皆さん、こんにちは。相変わらず大阪メトロで迷う私。中央線からコスモスクエア駅に乗車です。これが万博のために作られた400系の地下鉄。近未来的なデザインが素敵です。400系は宇宙船のような奇抜な形がかっこいいなぁ。大阪メトロ中央線でコスモスクエア駅までやってきましたよ。ニュートラムという無人列車でトレードセンター前へ到着です。改札口を抜けて左側に行くと今回乗船するサンフラワーの乗り場です。とても近くて便利です。ATC の入り口を入ってエスカレーターで降ります。左側の窓の外に53階建てのコスモタワーがあります。ここからの景色はすごいの一言ですよ。うわぁ、帝国軍に占領されている。サンフラワー大丈夫かな。先ほどのトレードセンター前から乗船受付前まで徒歩3分といったところでしょうか。今日は年に数回開催している昼の瀬戸内クルーズを体験しに行ってきます。乗船する船は今年就航したばかりの紅です。楽しみ。乗船手続きを済ませ、時間があるので紅を見てきましょう。これが本日乗船するサンフラワー、紅です。全長199メートル、旅客定員716名、速度は 22.5 ノット、40キロぐらいの速さです。まだ今年就航なのでとても綺麗なフェリーですね。サンフラワーのトレードマークの太陽がかっこいい。今日乗船する部屋が星マークをつけたセミスイートです。とっても豪華なお部屋で楽しみです。ちなみに部屋の左側にはスイート、セミスイートだけの方が利用できるラウンジがあります。それにしても大きなフェリーですね。ワクワク、ドキドキ感が止まりません。フェリー全体も撮影できましたので戻ることといたします。通常の大阪、別府行きの時刻表、並びに運賃が表示されています。運賃は同じで、昼の瀬戸内海クルーズは時刻が違うだけです。空室状況は全部屋満室でした。私が参加したのは10月28日の昼の瀬戸内海カジュアルクルーズです。今回このクルーズのお値段ですが、セミスイートで38,990円と少し高めです。さて、乗船時間になりましたので、船に向かうこととしましょう。赤熊さんがいるため、通常より20分も早くスタッフの方に連れて行ってもらいました。これは思いがけない出来事で嬉しいです。サンフラワー、紫は前回、就航日に乗船でき、今回は姉妹船でもある紅に乗船です。とても長い人道橋が余計にワクワク感を盛り立ててくれます。人道橋の途中にチケットをチェックするところがあります。スタッフの方にかざしていただきました。まだまだ人道橋は続きます。開いてる窓からサンフラワー、紅が見え、その奥に志布志行きのサンフラワー、薩摩が停泊しています。今回早めに連れて行っていただけたので、いつもは見れない
人道橋と船への接続シーンを見ることができました。これは私にとってはすごいイベントとなりました。通路が船の方にへと移動していますよ。ドッキングする瞬間です。乗船したよ。うわぁ、いつ見ても綺麗なロビー、センターの階段が何とも言えないほど豪華です。階段周りにはゆったりとできるソファーがいっぱい、丸い窓のそばにも座れちゃうんですよ。乗船するとクラシックの音楽でお出迎えされます。あ、この曲はピアノの先生と連弾した主よ、人の望みの喜びよという思い出の曲です。さて、お部屋に向かいましょう。これが船の中と思えないような階段を6階から7階へ上がっていきます。7階から8階も階段を使って上がることにしましょう。壁には大きなクスノキの写真が飾られています。8階へやってきました。自動ドアを入るとすぐに8010号室のセミスイートが今回のお部屋です。チケットの QR コードをセンサーに当てると青い LED が点灯し、ロックが解除されます。うわぁ、素敵なお部屋ですね。最上階のベランダ付けのセミスイートはまるでホテルのようです。窓側からもこの通り、ほんと贅沢なお部屋です。大きな液晶テレビ、ダイキンの清浄機がついていて最高。棚にはグラス、湯飲み、サンフラワーオリジナルクッキーが2個とコーヒー、紅茶がありました。その下の段にはケトル、ミネラルウォーター2本、ワイングラスが置いてあります。一番下の段には冷蔵庫があり、中にはスパークリングワインが2本ありました。ベッドに2つ、ソファーの横に1つ、同じものが3つあります。読書灯があり、その下に USB とコンセントがあります。スマホを置くスペースまでもあります。私は今回連れてきたぬいぐるみを置きます。バルコニーに出てみましょう。上を向いたレバーを下に下げると開くようです。バルコニーには椅子が2つとテーブルまで用意されていますよ。これはいいな。これは素晴らしい眺望ですね。瀬戸内海をゆったりと眺めることができそう。部屋に戻ってきました。入り口付近には小さいながらもドレッサーまでも用意され、パナソニックのドライヤーも完備されていて完璧ですね。クローゼットには上からライフジャケットが入っている棚があり、その下にハンガーと消臭剤、そして歯ブラシ、タオル、浴衣があります。その下にはハンドタオル、バスタオルが2つずつ用意されています。一番下にはスリッパがあり、袋もビニールではなく少し豪華です。少し厚めの茶色のスリッパがあり、さすがセミスイートです。小さいながらもシャワーがついていて、トイレも当然ながらウォシュレットです。小さな洗面台があり、
ハンドソープ、コップが2つついています。8階のパブリックスペースにはソファーが配置され、ゆったりできます。今流行りのエアドッグも配置されていました。8階のパブリックスペースを一周ぐるっと回ってみました。どうでしょうか？とても豪華な感じで良くないですか？さて、同じ階にあるスイート専用カフェラウンジに入ってみましょう。こちらもお部屋のロックと同じくチケットの QR コードをかざすと青い LED が点灯し、ロックが解除されます。見て、冷凍庫にパルムのアイスがぎっしりと入ってますよ。このアイスとても美味しいのですよね。3本ほどペロリと食べてしまいました。コーヒーマシンはユーラというスイスのブランドらしいですよ。20万ほどするらしいです。ソファーに座って雑誌を片手にコーヒーでゆったりですね。6階の乗船口で出発15分前のドラが叩かれます。サンフラワーの恒例の出港の合図です。そろそろ出港時間ですので、7階のデッキに向かうこととしましょう。いい天気に恵まれ、ファンネルと青空がとても綺麗です。フェリーは岸壁を離れ、さあ、出陣だ。これから18時間の昼の瀬戸内海カジュアルクルーズのスタートです。皆さん、楽しんでまいります。いつもは志布志行きが先に出港するのですが、今日は昼便なので別府行きが先に出港です。サンフラワー、薩摩のスタッフの方が手を振ってお見送りしてくださいました。ありがとうございました。サンフラワーの太陽のマーク、これを発案された方すごいですね。どこから見てもすぐサンフラワーだとわかりますしね。17時までレストランが開放されています。ドリンクバーが無料です。お昼ご飯にしましょう。今回はフェリーの自動販売機で天ぷらそばのどん兵衛を購入しました。300円は高いですが、フェリー内ということで許しましょう。横に給湯口があるので、そこで湯を入れました。こういうことはなかなかすることがないので、良い思い出になるかもしれません。デザートにコンビニで購入したスイーツを食べることにします。6階の売店に行ってみましょう。サンフラワーに売っているものは他のフェリー会社よりいい商品がたくさんあります。大分や大阪のお土産もいっぱいあります。大分、大阪で買い忘れてもこちらで十分お土産を買うことができますので利用するといいかと思います。こんなところに湯布院の三右衛門があるではないですか。これすごく美味しいのでおすすめです。値段は高いですけどね。こちらはサンフラワーグッズです。サンフラワーも阪急フェリーのような可愛いキャラを作ったらいいのにといつも思ってしまいます。
ル、T シャツ、歯ブラシ、スリッパも置かれています。あと、ドリンクも揃っています。私の好きなピカチュウのソーアイスがあったよ。セミスイートのベランダから明石海峡大橋を見てみましょう。いつもはライトアップされている明石海峡大橋ですが、今日は昼間なので明石海峡大橋の全容を見ることができます。また違った感じがしますね。明石海峡大橋は、兵庫県は神戸市と淡路島の間にかかる全長3911メートルの吊り橋です。橋を吊るワイヤーを支える主塔は、海面から 298.3 メートルもあり、アベノハルカスと同じほどの高さがあります。やっぱりいつ見ても大きな橋、海峡の真ん中を進み、その下をくぐって大橋を見ることができるのはフェリーの特権ですよね。前に見えているのが淡路島です。瀬戸内海最大の島で、特に玉ねぎが有名です。播磨灘に浮かぶ小豆島が見えてきました。そうめん、醤油、オリーブの生産でも有名ですよね。私は一度行きましたがとても良かったですよ。あれはジャンボフェリー青いですね。場所は小豆島付近です。すれ違うところを撮影できてよかったです。よく見ると鳴門海峡大橋が後ろに見えています。現在16時10分です。小豆島の横を走行しています。寒くなってきましたので、船内に入りましょう。7階のデッキと同じ階にある大浴場です。入り口前に今の混雑状況が出ているのがありがたいですね。デッキに出ていたので、体が冷えたみたい。今から入ってきます。6階の自動販売機コーナーです。どれぐらいの値段がするのか参考にしてくださいね。自動販売機コーナーの前にはキッズコーナーがありました。クジラやタコの壁紙が可愛い。レセプションの横に乗船記念スタンプがありましたので押してきました。キーを再発行機で紛失の際の備えに複製しておきました。大きな楕円のテーブルにモニターが組み込まれ、SSQ というサービスでフェリー内の情報がわかるようになっています。今回のクルーズで一番のイベントではないでしょうか。瀬戸大橋に沈む夕日がとても綺麗です。
三角形の形をした大槌島。島の中心に県境が通っており、北側は岡山県、南側は香川県です。ファンネルから線尾を見ると、お月様が顔を出していました。まん丸でとても綺麗なお月様でした。瀬戸大橋です。本州の岡山県倉敷市と四国の香川県坂出市を結ぶ世界一長い鉄道道路平洋橋です。2015年にギネス世界記録に認定されています。本線は橋脚の右側を通り、眉山瀬戸東航路を進みます。瀬戸大橋を明るい時間に通過する大型フェリーは、この昼の瀬戸内海カジュアルクルーズだけなので、とても貴重です。それも天気がいい日に通れるなんて幸せなことなんでしょうね。見てください。列車が瀬戸大橋を渡ってるではないですか。これは幸運です。いいものを見させていただきました。ありがとう。デッキに長くいたので、体が冷え切ってしまったみたい。部屋でティータイムでもいたしましょう。お腹も空いてきたので、夕食を食べにレストランへやってきました。2300円と少しお高いビュッフェですが、サンフラワーはメニューがとても豊富なので仕方がないかな。レストランのスタッフの方に席を案内していただきました。窓側で嬉しいのですが、真っ暗で何も見えなかったです。残念。タイ、ブリ、鮭、カツオがきれいに盛り付けられていました。メニューがいっぱいあって、どれを食べようか悩んでしまいます。揚げ物は少なめで、これだけでした。味噌汁、カレー、ご飯、鶏飯と続きます。こちらはサラダバーです。チョコレートファウンテンですよ。チョコの滝です。小さなシュークリームをチョコフォンデュ。ケーキとフルーツまでもあります。これが今日の夕食です。いただきます。完食です。ごちそうさまでした。デザートにパイナップルを少しいただきました。エディブルフラワーもおまけに添えてみました。食べれるお花です。お腹も満たされ、レストランを出ましょう。レストランを出て、右側に紅をバックに撮影ができます。子供さんは喜びそうです。部屋に戻って、冷蔵庫にあったスパークリングワインをいただくことにします。あれ、硬くて開かないよ。開きました。部屋にあるワイングラスに注ぎ、サンフラワークッキーと共にいただきます。
部屋のベランダから来島海峡大橋が見えてきました。現在20時57分。あと3分でライトアップが終わってしまいます。これは橋の真下まで間に合いそうにありませんので遠くから撮っておきます。写真も載せておきますね。21時15分、プロジェクションマッピングのドローンツアーが開催です。みんなで天井を見上げての鑑賞です。ドローンツアーが終わるとすぐにミニコンサートの開始です。ショパンのノクターンを演奏されていました。コンサートも終わり、ライトがダウンされ、幻想的なブロムナードを見ることができました。さて、8階の自室に戻りましょう。昼間の騒がしい共用スペースが嘘のように静まり返っていました。それにしても綺麗な階段です。明日は日の出を見るため、寝ることといたします。皆さん、おやすみなさい。皆さん、おはようございます。4時25分に別府港に到着。港に着岸した状態で朝を迎えました。今日もとてもいい天気で、山々が綺麗に見渡せます。あの高い山は鶴見岳という活火山です。7階のデッキから見た朝日です。昨日は夕日、今日は朝日を見ることができてよかったです。雨女にしては珍しい展開です。さて、朝食を食べに参りましょう。スタッフの方がタッチパネルを操作してくれました。朝は750円と安めな設定です。ビュッフェなので取りに行きましょう。朝はあまり食欲がないのでこれぐらいにしておきます。いただきます。完食です。ごちそうさまでした。レストランを出ましょう。下船まで時間がないもので、部屋に戻り、急いで下船の準備をしなければなりません。もうこの船旅も終わろうとしています。もっと乗船していたいな。下船の時間が来ましたので、下船です。別府港の人道橋はとても短く、あっという間にターミナルに入ります。このサンフラワーターミナルは、紅が就航した2023年1月13日からなので、とても綺麗です。今回、昼の瀬戸内海カジュアルクルーズいかがでしたか？皆さんも体験してみてはいかがでしょうか？きっといい船旅が体験できますよ。ありがとう。サンフラワー、紅。さて、別府駅に向かいましょう。路線バスがターミナル前から出ていますので、アクセスはとても便利です。別府駅に到着です。さすが別府、駅の名前の前に温泉マークがついていますよ。今回の目的地でもある湯布院に向かいます。列車で行ってもいいのですが、バスの方が安いし、早いのでこちらをおすすめします。バスは亀の井の36番バスです。竹本、近隣湖入り口まで乗車します。由布岳が見えてきました。
少し雲がかかって残念ですが、とても美しい山です。バスに乗車してよかったと思う瞬間です。湯布院の街が見えてきました。これから峠を降りると目的地でもある湯布院です。竹本近隣湖入り口バス停で降りるのは、豊後牛まぶしを新というお店に食べに行くことも一つの目的です。あと湯布院フローラルビレッジにも寄りたいと思っているので、湯布院駅までは乗車せずに、竹本近隣湖入り口バス停で降りるのです。湯布院駅まで行くと20分ほど歩かないといけないので注意です。鉄道で別府から湯布院と思っていたのですが、バスが景色も良くて絶対こちらがおすすめです。あまりの景色の良さにびっくりしました。今回の動画はこれで終わりです。長い時間お付き合いいただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。